さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。突然ですが、皆さんはゲーミングモニターを購入する際は何を基準に購入してますか？価格、大きさ、画質、パネルの種類、応答速度、リフレッシュレート、その他いろんな理由があるかと思いますが、ぜひ皆さんのモニターの購入基準を、コメント欄で教えていただければと思います。で、そんな中、今回ゲーミングモニターをレビューしていくんですが、このモニター、なかなかすごかったのでその辺をお話ししていければなと思います。どうすごかったの？いやもうそれは、ぜひ本編を見てください。それでは本編行ってみましょう。それでは今回のレビューするモニターのご紹介なんですが、こちらは MSI の Optix G251PF というモニターとなります。まず最初にこのモニターの値段なんですが、2022年6月現在最安価格で、35,800円となります。あんたが最初に価格言うのも珍しいわね。ただこの35,800円という値段がこのモニターの性能や特性と比べると、かなりすごいなと思って、今回は色々とご紹介していこうかと思います。このモニターそんなにすごいの？そうですね、細かいところは後ほど説明いたしますが、ゲームをする人にとっては、価格も大きさもリフレッシュレートも応答速度も兼ね備えたモニター、って感じでした。なんか珍しくおすすめしてるわね。いや本当、これ使ってみてよかったんですよね。ではまずはモニターの基本的な情報からいきましょう。すでに画像にも出ているんですが、こちらのモニターはよく普及されている 24.5 インチで、解像度はフル HD で、応答速度は1ミリ秒。で、リフレッシュレートが 165Hz となっており、一般的な 144Hz よりもより高いものとなっております。そういえばよくリフレッシュレートって、聞くけどリフレッシュレートって何なの？リフレッシュレートっていうのは、1秒間にモニターが何回書き換わったのかの回数となります。一般的なモニターは 60Hz で、1秒間に60回書き換わっているんですが、今回のモニターは 165Hz となっており、1秒間に画面が165回書き換わってるんですね。で、そのリフレッシュレートが高くなるとどうなるの？例えばレースゲームなどでの周りの景色や、FPS ゲームなどでの人の動きなどが、60Hz に比べるとより繊細に、滑らかに見えるんですよね。なるほど。YouTube でリフレッシュレートを映像として説明するのは、なかなか難しいんですが、60Hz と 165Hz だとイメージでこのように違いが出ます。まああとは実際に店頭とかで見てもらうのが、一番違いがわかりやすいかと思います。あともう一つ問題なのが、ゲームの種類にもよりますが、165Hz を出すのにパソコンのスペックが必要だったりしますけどね。ではここからはこのモニターのさらなるおすすめポイントのご紹介をしていきます。シュラララ。おすすめポイントが今回結構あるので少しサクサクいきますが、まずはパネルですね。一般的な IPS パネルに比べ4倍高速でありつつ、IPS ならではの優れた画質、広い視野角を合わせ持つラピッド IPS を採用。そしてディスプレイ同期は NVIDIA G-Sync コンパチブルを取得しており、動きの速いシーンでも残像感のない滑らかな描画が可能となっております。あとは PlayStation 5などと接続してフル HD の 120Hz の表示に対応しているので、プレステとかでゲームする人にも向いているモニターかなと思います。なるほど、パソコンだけじゃなくてプレイステーションにも対応してるのはいいわね。他にもアンチフリッカー機能やディスプレイ HDR400、ブルーライト軽減機能や、178度の高視野角などがあります。もし気になる方は概要欄からぜひ見てみてください。それでは次に実際のモニターを開けていきましょう。それでは開封していきます。一番大きいところにモニターが入ってます。ここにアームを取り付けていくのですが、そのための付属品を見ていきましょう。こちらが付属品になります。まず最初はこちら。こちらはディスプレイポート 1.2 のケーブルになります。ケーブルはモニターに1本ついててくれるとありがたいですよね。続いてはこちら。こちらは USB Type A Type B ケーブルとなります。こちらはアップストリーム用のケーブルとなり、モニターを USB ハブとして使用する際に使用します。残りは電源ケーブルと、ベサマウント用スペーサーネジ、取り付け用ネジが入ったクイックスターターガイドセットになります。細かい付属品は以上になります。続いてはこちら、台座とアームですね。こちらのアームはかなり太くてがっちりとしているので安定性は高そうです。取り付け方は小さい穴と大きい穴をそれぞれ合わせるだけなので間違えることはないかなと思います。取り付けたら裏面のネジを回して固定していきます。手回しをした後にドライバーで締めようとしたのですが手で回しただけでもほとんど閉まっていたので、ほとんどツールレスでできました。ではこちらをモニターに取り付けていきます。
取り付け方は切り込みに合わせてアームを接続し、付属のネジを2箇所止めていきます。ということで完成したのがこちらになります。24.5 インチということで、小さいデスクでも割とスッキリした印象ですね。ではこのモニターの可動域を見てみましょう。高さは0から 130mm まで可動可能となっております。最初は少し硬かったんですが、慣れれば割と楽に動かせました。こんな感じですね。続いてスイベルですが、こちらはマイナス45度から45度まで可動可能となっております。これだけ左右に動いてくれれば十分ですね。続いて、チルトはマイナス5度から20度まで可動可能となっております。最後にピポットは左右90度まで可動可能となっております。Twitter 専用モニターには良いかもしれませんね。ちなみにこちらのモニターですが、一般的な液晶ディスプレイと比べて高さやスイベルの可動領域は広めになっているので、いろんなシチュエーションで使用は可能かなと思います。それでは次に実際に使ってみましょう。シュラララ。ということで早速取り付けてみました。映像としてこの発色をお届けするのは難しいんですが、かなり色味もしっかりしていて見やすいです。モニターの右下に各種ボタンがあり、M ボタンを押すとメニューが出てきます。MSI の M ボタン。いや多分メニューの M ボタンだと思います。ここから細かい設定ができるんですが、FPS ゲームをする際のおすすめは、まずゲームモードを FPS にして、応答時間を最も早いにし、アダプティブシンクをオンにしてください。あとナイトビジョンもあるのでこちらもオンにしておくと、暗いシーンでもかなりはっきり見えるようになります。続いてパソコン側の設定ですが、ディスプレイの詳細設定から、リフレッシュレートを 165Hz に変更してください。こちらの設定をしないと、ハイスペックパソコンでも 60Hz 以上でないのでお気をつけください。ゲーミングモニター買って1ヶ月ぐらい 60Hz でやってた人もいたわね。聞く。それからもう一つ。こちらは NVIDIA のコントロールパネルなんですが、こちらの G-Sync も互換性を有効化してください。これで FPS ゲームは完璧です。あとは好みで色合いや輝度などを変更してください。では実際にこのモニターで FPS ゲームをやってみましょう。APEX でしょ。はい。シュラララ。はい、ということで今回は、MSI のゲーミングモニター Optix G251PF をご紹介しました。いつも MSI の Optix G271 ってモニターを使っているんですが、初めて 165Hz のモニターを使ったっていうのもあり、このモニターの発色の良さや見やすさがすごい伝わってきました。そこまで違いがわかるの。リフレッシュレートに関しては、144Hz と 165Hz の違いは、あんまりわからなかったんですけどね。ダメじゃん。でもぜひ一度店頭のデモ機で、このモニターの良さを見ていただければと思います。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ぽん。またねー。